はい。それではガンノートスタートしていきたいと思います。今日のゲストは堀内さんです。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いし堀内さん。ます。はい。堀内さんよろしくお願いいたしはい。ます。はい。ですね。今回ですね、堀内さんには長崎からご参加していただいていてという風な形ではございますけれども、まずですね、ガンノートの紹介などをしていきたいということを思っております。ガンノート、がん経験者さんのインタビューを発信しているんですけれども、まず私ですね、25歳と27歳でがんに罹患をいたしました。肺細胞腫瘍という珍しいがんで今、がんノート代表理事をしております。ガンノートですね、先ほど申し上げました通り、がん経験者さんのインタビューをもうユーモアを交えながらもお話をしてまいります。またですね、家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚、育児、などの日常生活にフォーカスした、そういった情報をお届けしていきたいということを思っています。はい。そんな中でにはなるんですけれども、はい。今日のゲストとして、はい。堀内さんになります。堀内さんよろしくお願いしまはい、よろしす。くお願いします。はい。堀内さん、簡単に自己紹介お願いできはい、ますでしょうか？長崎出身、53歳です。家族は、妻と息子2人の4人になります。仕事は会社員で、趣味はラジコンとかプラモデルのガンプラ、あとバイクに乗ることが趣味になります。ねえ、ほんと趣味も多彩なんですけれども、例えばバイクなんですけど、僕もね、バイク乗ったりとかするんですが、堀内さんはどんなバイクにちなみに乗られてたりとかしますか？はい。あの、ホンダの VTR という、250cc ですけおー。ど、乗ってます。ああ、そうなんですね。はい。それはあれですか？もう、ご趣味で乗られてる感じなんですかね？そうですね。積みとか、あと足代わりにしてます。ああ、はい。そっか。いいですね。結はい。構ね、釣りもそうですし、まあ、ドライブだったりだとか、はい。はい。はい、ところでバイクにも乗られていくというふうな、そんな、ワイルドな、はい、堀内さんなかなかなということ思いますが、はい。まあ、ここからね、ガンのことについてもちょっとお話ししていきたいんですけれども、ガンはい。についてもお話しいただけますでしょうか？はい。肝内胆管がんという胆管がんの一種なんですけど、去年、健康診断で、見つかりまして、去年の6月に回復手術をして、再発して今治療中になります。まあ、そういったね、治療中っていう風な形でね、にもかかわらず、ちょっと今回ご出演いただいてという風な形でありがとうございます。そんな、堀内さんのですね、経験談、これからお話聞いていくんですけれども、まず、個人の研究談でございまして、特定の治療を推奨しているわけではございません。皆さんね、病気っていうのは主治医の方が一番、ご存知かと思いますので、主治医の方にご相談いただければと思っております。はい。また、これからですね、ペイシェントジャーニーというグラフで、お伝えをしていきますけれども、このような、形となっておりますので、またご参照ください。まず、はい、堀内さんのペイシェントジャーニー、このような形でですね、はい、もう山がね、二つほど、こう、あってという形かと思いますが、2025年からという形なので、去年からのこの1はい。年間の中で様々なことがあったはい。ということですよね。はい。いろいろお話を聞いていきたいと思います。まずははい。じめ、はい。会社で昇格というはい。ことで、はい、素晴らしいなと思うんですけれどはい。も、堀内さんは、どういったお仕事をされてるんですか？えっと、在宅医療機器のですね、うん。設置とか、あとそれの点検とか、あとうーん。それを使われる患者さんのアフターフォローとか、そういったのを、おー。外回りでやっております。っていうことは、医療系っていうそうですね。くくりは医療系なんですね。はい。うん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 。そんな堀内さんが、はい、会社で昇格されていってね、これからと言った時に、ちょっはい。と下がっていきます。それがこちら。会社の健康診断。ほう。はい。これは毎年あるやつ。はい。毎年1月から2月にかけて、健康診断があるんですけど、うんうん。その健康診断の、エコー検査で、去年まで何人も、若干脂肪肝あるね、みたいな感じで去年までは言われてた肝臓がですね、ちょっと4センチぐらいの塩があるよと言われて、ってなりました。おー。
それがここのね、何か腫瘍らしきものがあるよっていうことで、うん。これはあれですか？検査の結果でそう、出てくるんですで、かね？そのうん。エコー検査を先生がもうしてるときに、もう先生が驚かれましたね。去ええ年のデータも見ながら、今年のそのエコーも取っている感じだったんですけど、突然その去年なかったものがあるので、先生もびっくりして声を上げてましたね。で、そのエコーの画面を私に見えるようにこう向けて、ここにあるよみたいな感じで見せられました。おー。ただその時は、あれですね、堀内さん、特になんか、めちゃくちゃこう、上がったり下がったりするっていうんじゃなくて、結構フラットな感じで聞かれてたんですね。その時は。そう何言ってんだこの人みたいな感じでしたね。うん。だって去年まで何もなかったのに、突然うんそんなことうん言われても、うん。うなんかの間ん。違いだろうとか、うん、思ってました。ですよね。まあ、そんな中で下がっていきます。それがこちら。精密検査、がんの疑いということで、そこから精密検査を受けられていくんですね。そうですね。その使用らしきものがあると言われて、早く精密検査した方がいいよと言わうんれたので、うんうん。ちょっと何箇所か電話したんですけど、ちょっと2、3週間後に来てくださいみたいな感じ、どの病院も言われて、いや、そんなに待てんなと、気になって待てないなと思って、その健康診断をした病院で、CT とかあるので、そこで精密検査をお願いしたら、もう来週でいいよって言われたので、そこで精密検査をすることになりました。おー、そうなんですね。はい。まあ、それ早くね、見たいですもんね、それははい。ね。どうなっはい。てるのか。はい。で、その形精密検査をしてる中で、その中でも、癌の疑いが浮上すると。はい。CT で、造影 CT、という CT をしまして、うんうん。その前にごめんなさい。血液検査もしたんですけど、血液検査での使用マーカーは陰性だったんですよ。なので、おー、そうなんですね。はい。うん。で、で、だとしたら映像で、造影 CT じゃないと、それが癌なのか、血管腫とか、他の肝嚢胞とか、良性のそのうん使用もあるので、え造影しないとわからないということで、造影 CT をしたところ、やっぱり癌の疑いがあるよっていうことで、もう紹介状を書くので、その私の住む市の大きな病院に紹介状を書くので行ってくれということで、そういうふうになりました。うおん。ー、じゃあ、そこで、まあ、紹介状書いてもらって、そこに行ってくれとはい。いうことで、次こちらになっていきます。はい、総合病院で検査を受けてはい。いくということで、この検査は、より、あれですかね、なんか詳しい検査を総合病院でされていったってことなんですよね。そうですね。同じように造影 CT もしたんですけど、MRI とか、なんかうんうん。他のも検査があって、うんうん。ここで、も使用マーカーは陰性だけど、もうこの映像ではもう間違いなく、癌だねっていうことで、で、癌も私、肝臓に使用だったので、肝細胞癌だとずっと思ってたんですね。だけど、その精密検査の結果、肝内胆管癌ですと、言われおー。ました。ああ、そこがこのがん告知というこはい。とで、ねもう初めそう聞かれてどう思われました堀内さん？もう、ショックですよね。なんだろう。血圧、もともと140ぐらいなんですけど、高かったんえですけど、そのえ時、測ったら200超えてましたね。えはい。もう倒れそうなぐらいな血圧になって、もうかなり動揺してたのを覚えてます。200これはやばいですね。はい。はい。もう、バクバクしてましたね。そっか、まさか自分が、みたいな感覚そうですね。なんですかもう、ね。はい。さっきも何度も言いましたのに、去年まで何もなかったところに、突然4センチぐらいの腫瘍があるっていうのがもう信じられなかったですね。
その1年で4センチも大きくなるのかって感じでしたね。そうか。しかも、こちら、あれですよね。堀さん、この、肝内胆管癌っていうことですので、最初はい。肝臓癌だと思われてたんですよね。そうですね。はい。精密検査を行きなさいって言った病院も、肝細胞がんか、もしかしたら肝内胆管かもねって、まあ、確定されてなかったんですよ。総合病院うんうんに前まで。うん。だけれども、総合病院に行ったら、肝内胆管がと確定されました。肝内胆管癌っていうと、ちょっと僕まだ知識がなくて申し訳ないですけど、肝臓にできるんじゃなくて、この胆管の中になんかこう腫瘍がそうですね。入り込んはい。である。肝臓の中の胆管にできるがんだそうです。はい。その肝臓の中じゃなくて胆管にできたら胆管がんなんですけど、肝臓の中の胆管にできた場合は肝内胆管がんという呼び名で言うそうです。そっか、当時、そこだけだったんですか？なんか、堀さん、ステージ4って書かれていたので、なんあ、か、ステージ4はですね、手術後に取り出した、うんうん。部位から、その、確定したんですよ、ステージが。で、その告知の時は、映像うん。上では、ステージ3ぐらいだろうう、というふうん。に言われてました。言われちゃうね。まあ、うん。最終的にはね、取ってみないとわからないっていうはい。のがね、癌の、業界であったりとかするのかなと思いますけど、まあ、はい。その時はじゃ肝内胆管癌だということで治療をされていきます。薬物はい。療法、ゲムスタビンシスプラチン、イミフィンチということで、はい。これをやっていこうって、医療者の側から提案されていくんですかね。そうですね。総合病院の主治医の先生が、その4センチの腫瘍がちょうど肝臓のど真ん中にありまして、その真んほう中にちょうほうほう。ど大きな血管、下大静脈があるんですけど、映像で見る限り、ちょっとそこに癌がひっついてそうだと。もうんもし、うんその静脈に浸潤してれば、あのもう手術難しいので、うん。まずうんうん。はその腫瘍を小さくしてから切りましょうというお話になって、術前の薬物療法ということで、このゲムスタビンとシスプラチンとエミフィンチという免疫チェックポイント阻害剤っていう、なんか新しいうんうん薬みたいうん。ですけど、それをすることになりました。で、それをね、されていった時のお写真をね、いただいておりますので、それがこちらになります。とも。おー、結構な、なんかはい。赤かったりするんですけど、まずはい。左側のお写真、こちらは。左側ですね。これからもう第一クール目の、まさに最初の投与の瞬間でうすね。ん今から始めるよっていうところで、まあ、うんうん。頑張るぞっていう意気込みで写真を撮ったのを覚えてます。あで、あ、そうはい。か。で、その1週間か10日ぐらいに、抗がん剤の副作用。おそらくイミフィンジだと言われ、の副作用だと言われてましたけど、湿疹がこんなに出まして、ちょっと下の方にアイス飲んで冷やすぐらい。冷やさないともう、耐えられないぐらいの痒さがあって、こういう状況。かゆいんですね。痒かった、痒くしね、すごい熱を持ってたですね。はい。暖かいと痒くなるええ。ので、冷やしてました。ああ、これ今この足のお写真ですけど、これは全身痒くなるんですか？あとですね、顔とかにはできなかったんですけど、もう胸ぐらいまでありましたね。足からお胸ぐらい。ー。はい。じゃあもう痒くてそれどころじゃないみたいな。そうですね。もう寝れないですね。痒くて寝れなかったのを覚えてますね。ああ、本当ですか。痒くてね。はい。こんな状態。まあ、ただ、なんか、痒み止めとかもらえるんですか？そうですね。抗がん剤治療の時は、まあ、どんな副作用うん。が出るかわからないのでということで、最初の1クールは入院でしましょうということになりまして、ほうほうほうはい。ほうほう。まあ、これは入院した時の写真なんですけど、その入院中に皮膚科を受診して、まずは最初塗り薬をいうん、うん、ただいたんですうん、けど、やっぱり塗り薬じゃもう全然効かなくてですね。で、今うん。度、ちょっと強めのステロイドのうん。飲み薬をもらったら、
それを聞いて、ほうほうこのほう。自信はなくなりました。ああ、そうはい。なんですはい。ね。そっか、そういう風な形で、対処されていってという風なところでってことではい。すね。はい。そんな中でちょっとまた戻っていきます。はい。薬物療法されていってですね、その後こちら、えーセカンドオピニオンを受けられていく。はい。そうですね。これ、これは治療はい。そうです。中治療中ですね。ですよね。へはい。え。なんだろう、総合病院でもう、術前の化学療法、がんを小さくするためにしないと手術できませんと言われたけれども、その入院中、抗がん剤、僕、金曜日に抗がん剤してたんですけど、それ以外ずっと何もなくて暇だったんですよ。もう、プラプラと院内を歩いて回ったりとか、もう、本当健康そのものの人が必要うんうんうんなことをしてうんたんですけど、まあ、その間にやっぱりいろいろ調べてしまって、うん。うん。そうするとですね、うん。なんだろう、他にも、私一人の先生の治療法しか聞いてなかったんで、他にもっといい方法があるんじゃないかとほうほうほう思っほうほうほう。てですね、セカンドオピニオンしようと思ったんですね。で、もう一つ、やっぱり入院中に、実は1クールで退院した後は通院で抗がん剤しようということだったんですけど、さっきの写真のように副作用がたくさん出てきたので、あの、一瞬は退院できたんですけど、また2クール目も入院でしましょうというようなことになって、うートータル1ん。ヶ月間入院しちゃったんですね。うで、やっぱりーん。ちょっと、なんだろう、もう、いろいろ調べたり、いろいろ悩んだりしたのがあって、もう、うつみたいな感じにもう病院院内になってしまって、ああ、もうこれじゃいかんなということで、もう、自分が思ったことはもうしようと思って、気になることはしようと思って、セカンドオピニオンをすることに決めました。そしてね、セカンドオピニオンや、ここね、サードオピニオンまで受けらはい。れていくっていうことなんですけれそうなんですね。ども、はい。これは、ははい。いはい。いろいろ、調べると、肝内胆管がんがですね、切除不能な場合は、あの3年ぐらい前から重粒子線が保険でできるようになったんですよ。なったのがはいはい分はいはい。かって、はい。で、もし私がこの抗がん剤が効いてなくて、切れなければ、他に方法がないかと調べた重粒子線があったので、重粒子センターに、サードオピニオンでも聞きに行きました。ちなみにセカンドオピニオンはどういったところに行かれたんですか？セカンドオピニオンはですね、九州の福岡の方にあります、大きな病院に行きましたうね。ーん。ああ、そうなんですね。はい。サードオピニオンはその重粒子センターに行かれて、はい。そのセカンドオピニオンとサードオピニオンで方向性とか違いました？ですね、セカンドオピニオンのところは、やっぱり手術の場合は、腫瘍が、まあ、過大静脈という大事な大きな血管についている可能性があるので、やっぱり小さくしてからするのがベストだと。だかうんうんうん。ら、最初の総合病院の先生がおっしゃってることがもう正しいっていう言い方ってういうか、ん。おっしゃってまうした。ん。で、サードオピニオンは、まあ同じように、過大静脈にひっついているように見えるけれども、ギリギリ当てられるよ、みたいな、おっしゃってくれおー。たんですよ。ただ、注意もあって、その、重粒子を当てたことで、血管、腫瘍が縮まるときに、過大静脈にひっついてた場合は、それを引きちぎって小さくなる場合がある。おー。そうすると、過大静脈が引きちぎられると、もうあなたは、もう救急車を呼んで助かるレベルではなくなりますよ、ということを言われてしまっ怖い。て、はいはい。うん。よく怖いこと言われたんですよ。で、とか思って、ただめったにそういうことはないけどね、と付け加えられてましたけど、そこで、どうしようかなって、ね、悩んだところでしたね。ただ、おうん腹をうんうん。大きく切らずに治せるのはいいなとはもう思いました。で、そうでね、そう悩まれていった中で、次、こちら、大学病院に転院することに決めたとはい。いうことで、これはきっかけがあったんですか？ですね、いろいろこのようにセカンド、サードオピニオンをしたとうん。きに、
総合病院の主治医の先生がですね、まあ、地元の大学へ、もう、そうやってセカンド、サードオピニオンしてると、まあ、一個行くのに、まあ、1、2週間かかっちゃうので、データを送ったりうんうん。なんだり、予約を取ったりする。時間がかかるんで、もう、あれだったら大学病院に行ったらどうだというふうに、主治医の先生から提案があったんですよ。おー、そうなんですね。はい。で、もちろんその地元の大学病院も、まあ、セカンドオピニオンする予定だったんですけど、セカンドオピニオンするよりも転院した方がスムーズにもう治療へ行けるから行った方がいいんじゃないかっていうことで、もうそれを承諾して大学病院に転院しました。転院はしていく。はい。おー。そして大学病院をね、転院されていった中でちょっと上がっていきます。それがこちら。手術、回復手術ということで、最終的にはやっぱ回復にされていくんですね。そうですね。あの大学病院に転院したのがちょうど5月の中旬ぐらいだったと思うんですけど、まあ、そこから、うんうん。まあ、また同じような検査が始まりまして、CT 取ったり、MRI 取ったり、PET 取ったりとか始まって、まあ、もちろん、転移がない、手術ができるのは転移がないのが条件なので、転移がなかったのを検査で分かって、6月の中旬に回復手術になりました。手術でいきます。その時のね、お写真もいただいておりますので、こちらになります。お、結構な傷ですね。はい。端から端まで測ったんですけど、30センチありますね。30センチ。はい。うわで、このホッチキー。スのような針が20個ぐらい、違う、30う個ぐらい。わうわー。すごい。ガバッと切って。はい。うわー、相当痛かったですかね、この後。それがですね、手術後 ICU に入ってった時も、痛かったは痛かったですけど、皆さんが事前でこう調べた回復手術はもう5日間ぐらい寝れないぐらい痛いみたいなことを聞いてたんで、自分覚悟してたんですけど、うんうんうんそこうん。まで痛くなかったですね。ああ、そうなんはい。ですね。なんかもう、お酒にずっと酔っ払ってるような状態で、麻酔が効いてたのか、そんなに痛くなかったんですよ。本当ですか、それは良かったはい。な。うわー、でもすごい、ただ、はい。咳とかしたら痛かったですけどね。めちゃくちゃ。ああ、そうではい。すね。腹筋が切れてるから、はい。なんかはい。こう、とか、ベッドから起き上がるときとかね、はい。そういったとはい。きとか痛いですよね。はい。ああ、これはもう何時間ぐらいの手術ですか？ですね、過大静脈にひっついてた場合は、血管を、浸潤しているところだけを切り取って、動物の組織をそこでつなぎ止めるというお話だったんですよ。うんうで、んうん。そういうのがあれば、10時間ぐらいかかりました。ただ、おうおう。それが過大静脈に浸潤してなかった場合は、肝臓を切るだけなので、6時間ぐらいで終わりますということで、結局、開けてみてもらったら、浸潤してなかったんですよ。おー。らしいです。で、肝臓半分うんうん。切るだけというか、まあ大変な手術ですけど、それだけで終わったんで、6時間半で手術は終わったようです。そうなんですね。はい。で、終わった時間でどうだったのかっていうのはわかりますよね。なんか自分はい。的には。はい。はい。で、その時のね、お写真もう一枚いただいております。それがこちら。はい。すごく不服そうですけど、違いますかね。はい。ずーっともう、お風呂も入れないし、うんうん。髭も剃れなかったので、で、うー生涯、ん。こんなに髭で伸ばしたの、私初めてだったんで、記念に写ああ、真撮ろうと思って、はい。撮りました。そういうことですね。はい。そっか、こんだけ髭がちょっとん伸びてっていう風はい。な当時のお写真ってことですね。はい。はい。ねえ、このような形でね、手術をされていった、中でなんですけれども、次がこちらになります。
薬物療法されていくということで、これは次、あれなんですかね。はい。癌で取り切っていったけど、その後、術後化学療法みたいな、そういうイメージでしょうか。そうですね。最近もその膵臓がんとか、他の胆管がんとかは、手術の後の TS1 はうん。もうガイドライン上に載ってるらしくて、うー再発予防ん。で、だいたいうん、半年から1年ぐらいするそうなんですね。で、私もその通り うん。う TS1 ん、を、う飲んでいきましょうということで、ん。おはい、毎日何錠だったかな？ 3 錠、朝昼3錠ずつ飲んうでます。ーん。飲んで、はい。まあ、それでね、術後再発しないようにということで、飲まれていった中で、残念ながら再発がはい。見つかっていくんですかね。はい。ちょっと、溝落ちと背中が痛かったんですよね。で、それで、言ったところ、ちょっと病院に来てくれということで、すぐに CT をCT 取ったところ、残した肝臓の方に2箇所、1センチぐらいの癌がですね、ありました。おー、そうか。その時の分かった気持ちとかいかがでしたか？もうあれですね、回復手術も、やっぱり、あんだけ切られるって分かってて恐怖をね、振り絞ってですね、勇気振り絞ってしたのに、TS マンも頑張って飲んでたのに、たった2ヶ月で再発しちゃったんで、もうなんだろう、もう、ばっくりですね。うもうん。何も手につけられないような、なんとも言えない気持ちですね。になりましたね。そうですよね。せっかくこんだけやったのに、みたいな形でね。はい。うん、その開発が分かっていった段階で、そしてもうここから、あれですかね、もう、そっか、ちょっと話前後しちゃうんですけれども、はい。手術した後に、最初ステージ3っていう風なはい。診断で、手術はい。して取ってみたステージ4だったじゃないですか。はい。ステージ4ってことは、どっか他にも転移をしてたというわけではなく、取り出したその肝臓を調べたら、門脈とうんうん。血管にうん浸潤してましたといううことで、ステーん。ジ 4A うーん。ので、診断が出ました。そうだったんですね。ありがとうございます。皆さんね、見てくださっている方、医療情報に関してはね、主治医の先生だったりとか、そういった方にね、聞いてもらえたらと思います。あくまでもがんの経験談でございますのうん。で、よろしくお願いいたします。はい。といった中で、再発ね、が分かっていって、そこから、ただちょっと希望がちょっとそこから上がっていくことなんですよね。こちら。薬物療法、ゲムシタビンシスプラチン TS1 ということで、前回からちょっと変わってるんですね。はい。薬物療法が。はい。前回のゲームスタビンシスプラチンは同じで、あと、プラス飲み薬うん。の TS1 を飲うんで、ん。その再発したがんを、小さくしましょうということになりまして、それを3クールぐらいしたんですうね。ん。で、その間あ、にまた、いろいろ調べて、この2つのがんを、まあ、取る方法がないか、というのを調べて、また、セカンドオピニオンをすることになる。セカンドオピニオンされていくということで、なっていくんですが、このTS1、イミフィンジがなくなっているのは先ほどのえ副作用とかっていったところがあるから違う形でっていうことでなっていったんですね。それともそうなんですけど、その取り出した肝臓の癌を調べたところ、術前の抗がん剤の効果がほとんどなかったというのもそういうことか。分かったんですよ。なんで、ああ、はあ、もうはあ、は指ヒンジは効かない。この私の癌には効かないね、というこあ。うーとで、ん。別の薬をしましょうということで、TS1 になりました。なったってことですね。
で、そこから、はい、先ほどのお話もありましちょっと、出ました。職場復帰っていうのを、されていく。ここまではあれですか、休職をされているんですかね？そうですね、休職をしてまして、えーっ途中まで7月ぐらいまで有給とか代休とかが、うん代休じゃない、有給とか、バックアップ給とかがあって、うん。緊急料はもらえてたんですけど、もその後はもう傷病手当になっうんうんて、やっぱり収入が下がってしまうのと、それとは別にこの癌の治療ってすごくお金がかかるので、うんうん。やっぱり職場復帰して、ちょっと収入を上げないといけないなと思ったのと、あと、私、この抗がん剤の副作用がほとんど、最初の湿疹とか以外はですね、なくて、普通の人と同じような感じで、え歩いたり、切ったりえ、できたので、まあ、これだったら仕事もできるなと思って、会社にお願いして、まあ、条件付きなんですけど、仕うんう事をさせてんうん。もらうようになりました。ああ、そうなんですね。またお仕事の話はね、また後でもはい。詳しくお伺いしていきたいなと思います。はい。で、職場復帰して、よしと言った中で、先ほどの、はい、セカンドオピニオンを受けられていくということなのですが、はい。これはどういったセカンドオピニオンを受けらはい。れていくんでしょ主治医からこの再発した癌を治すための、う？うん。治療はどういうのがあるかっていうのをまず説明受けたんですね。そうすると、まず第一選択が手術。そうん。して、放射線、まあ、重粒子とか陽子線ですね。うん。あと、ラジオ照射がうあるよ、みたいん。な話をされて、うん。で、手術はもう肝臓半分切っちゃってるので、さすがにまた、その腫瘍があるところを切るのはちょっと難しいかなっていう話になりました。で、そうすると、残された2つは、重粒子かラジオ波になるんですけど、また、術前の同じところにですね、セカンドオピニオンと、もう一箇所、兵庫の方にある、重粒子の方のセンターにですね、セカンドオピニオンに行ったところ、まあ、どちらも、できますよと、返事が返ってきたんですね。重粒子治療できますよと。ただ、はい。はい、その、兵庫の方の重粒子の方の先生が、ただ重粒子は肝臓にちょっと大きなダメージを与えるので、ラジオ波をした方が体に優しいよということで、まずラジオ波ができるかどうか総合病院で検討して、できるんだったらそっちを選んだ方がいいよっていうことで、うん。総合病院でその話をしたとこうんうろ、ん。まあ、次の治療に行くことになりました。はい。今、ちょっと総合病院でってお話でしたけど、あれ、大学病院に通われてたんじゃなかったでしたっけ？そうですね。大学病院は手術までなんですよ。で、うーん。はい。で、化学療法は、近いとこでやった方がいい。どこでやっても化学療法は同じなので、近いとこでやった方がいいんじゃああ、ないかっていうことで、化学療法は総合病院でやるようになってます。そういうことですね。はい。はい。大学病院までちょっと遠かっそうですね。たですね。片道2時間ぐうん。らいかかるんですよ、私のお家から。で、お。総合病院だと30分ぐらいで行けるので、うんうん。はい。全然、はい。移動の時間が違って、化学療法はどっちでやっても同じ薬を注射するだけなんで、うん、総合病院にすることに決めました。はい。じゃあ、総合病院で確認していきます。ただ、ここのね、こう上がっているってことは、それはいいことだったんじゃないかなと思いますが、次こちら。はい、手術、マイクロ波、焼え、灼、焼灼凝療法。固療法。はい。え初めて聞あ、きます。そうですね。僕、はい。ですね。うん。結構、肝細胞がんの方がするうーん。治療方法では有名なんですけど、私のような肝内胆管がんとか、あうんうと、んうん。別の大腸とか他のがんの人が肝臓に転移した場合にする治療法らうーしいんですよん。ね。え、
さっきラジオ波っていうお話はおはい。伺いしましたけど、今回マイクロ波って書いてはい。るじゃないですか。な、全くっていうか、同じ種類になるとですけど、ラジオ波よりもマイクロ波の方が性能がいいそう。おー、そうなんですはい。ね。はい。おー。で短時間で広範囲を焼くことができうんうんるといううんうんうんことらしいです。うんそれがあれですか、総合病院でできるよってなったんあ、ですか？そうなんですよ。できるよっていう、内科を受診しまして、このマイクロ波とかラジオ波は、外科の先生ではなくて、内科の先生がされるんですよ。私も初めて知ったんですけど。はい。ええで、内科を受診して、造影エコー検査して、大事な血管が癌の周りにないのを確認して、マイクロ波できるよっていうことになって、マイクロ照射をすることに決まりました。一回だけなんですか？それとも何回か通うものなんですか？で、その日で終わりました。ああー、その入院ですね。日で、はい。うーん。え、結構1、2時間とかで終わるですね。レベル？多分、1時間半ぐらいだったと思います。おお、はい。そうなんですね。おマイクロ波というものを当てて、まあ、その多分そうですね。焼いたりとかしていくってことですよね。経費から長い針を刺して、先生はエコーを見ながらですね、長い針を刺して、肝臓の癌までその針を刺して、で、焼くらしいんですよね。あの、全身麻酔じゃなかったんで、先生たちが喋ってる声が聞こえたんですけど、何ワット何分とかですね、言われてるのが聞こえましたね。で、自分にもそのエコーの画像が見えてて、肝臓に針が刺さってるのも見えてたんですよ。エコー図ですけど。へはい。え。で、焼いていくと、そのエコーの中の癌がですね、最初黒っぽく、灰色っぽく映ってる癌が、焼いていくと白っぽく変わっていくのが分かりましたね。画像上で。はい。ただ、痛かったです。あ、痛いんですね。だから麻酔されてたんですけど、やっぱり鈍痛の痛み、背中にありましたね。うーん。で、痛いですって言ったら、ごめんね、ちょっと鎮静剤増やすよ、みたいな感じで。それを何度か繰り返すうちに、私はもう寝てしまいました。そうか。電子麻酔じゃないですね、最初はい。から。はい。だから、手術室じゃなくて、エコーとかをこう、検査するような場所でされました。うん。ええはい。びっくりしました。最初、そこに入った時。そっか、なんかほこりとすごい、か大丈夫なのかなうん、とか思ったりもしましたね。そうです。はい。だけど、そう。どこの病院もそんな感じみたいですね。ああ、そうなんですその設ね。定するところは。そっか。痛さっていうのは、もう終わったらもう痛くないですよね。そうですね。終わってから、もう病室で私目が覚めたんですけど、うんうん。この手術を受けた後、3時間は病院に、ベッドに固定されるんですよ。動いちゃダメみはい。たいで。はい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 。縛られるとかではないんですけど、もう絶対動かないでくださいみたいな。もう、うー仰向けん。状態で。で、トイレも行っちゃいけないんで、トイレ行きたかったらうん。看護師さん呼んでくださいということだったんですけど、私は痛くて鎮静剤たくさん打たれたので、一回は目が覚めたんですけど、また寝てしまって、うんうん。起きたのがもう夜の10時だったですね。なんうで、はい。ーん。じっとしててくださいっていうのはもう軽くクリアできたのでなんともなかったですね、そこは。寝てる間にね。はい。あいやもう、退院もすぐできるんですか？えっと、聞いたんですけども、手術の後、翌日に退院しても別にいいよって言われたんですけど、だけど、まあ普通は1週間ぐらい入院するけどねっていう言い方されたんで、1週間うんうんしました。だうん。から、もう退院しようとあ思えば次の日退院できたんじゃないかなっていうぐらい、次の日なんともなかったですね。ああ、そうなんではい。はい。すね。そっか。いやー、そういうね、治療、はい、を受けられていった中で、その後、ゲノム検査を、ゲはい。ノム検査を受けられて、しかも赤色のポジティブということなので、ゲノム検査、これはなんか分かったとか良かったとかそういったことなんですかね。ですね、この検査を受けたのは、ちょっとこの前の2ヶ月前の再発ぐらいの時に受けてるんですね。
うんうんで、まあ、2ヶ月後の検査の結果を聞きに行きました。うん。うん。結果はどうだったんでしょう？で、結果は、ありませんでした。治療薬の、あ、はい。私の遺伝子異常に対応した薬はないよという、告げられました。ただなんかポジティブになってるのはなぜなんそうですね。ですか？はい。もうマイクロ波して、がんが体からなくなったので、と思っているので、あとはもう再発しなければ別にゲノム検査の薬があろうがなかろうが、私には関係ないよ、みたいな、まあ強気みたいな思いでいましたね。うん。ただなんかね、合う薬がないよって言われるのはちょっとなんかね、なんかあってほしいですよね。うん。本来なら。本当なら、もう、藁をも使うもう、状態の時だったらそうなんでしょうけど、その時はもう自分はもう、この手術でもう完全に治ったと。うんうんなんか、何のうん根拠もないんですけど、そう思い込んでたんで、うんうんうんそんなに凹まなかったですね、その時は。うん。そっか。はい。そんな中でね、はい、ちょっとずつ下がっていきます。これが、腫瘍マーカーが上昇していく、そして薬物療法をされていくということなんですけれども、はい。ちょっとずつ上がっていったんでしょうか？腫瘍そうですね。マーカはい。マイクロ波焼灼をする前の血液検査までは、あの、ずっと、塩マーカー CA199 っていうのと CEA っていう塩マーカーは、ずっと最初の癌が見つかってからずっと陰性だったんですよ。ところが、ー。ああ、そうなんですね。はい。ところが、このマイクロ波焼灼をした後からですね、その CEA だけ急に上がり始めたんですね。へで、え。はい。で、もともとそのゲムスタビンシスプラチンキートルーダーというのは、マイクロ波をした後の再発予防ということで、もうすることが決まってたので、あの、その抗がん剤をするために、まあ最初に血液検査をして、抗がん剤が今日投与できるかどうか見るんですけど、その血液検査で腫瘍マーカーが上がっているのが分かって、あれなんでだろうというふうに思って、ちょっと少し、あの、気持ちが落ちた状態になりました。これは腫瘍マーカー上がったから薬物療法をされたんですか？で、腫瘍マーカー関係なく、もともとそのマイクロ波の後の再発予防ですることに決まってました。もともと。ああ、そうなんですね。もともはい。とじゃあ、手術の後の術後化学療法っていう風なはい。形でやる予定だったというはい。ことで、しかもこれあれなんですね。さっきのと、TS1 じゃなくてキートルーダーに変わってるんですね。そうですね。もう、胆管がんが、このゲムスタシンシスプラチンを軸に、あと何をこうつけるかっていう、う抗がん剤ーん。のレジメンしかないみたいで、もう自分にはもうキートルーダーしかなかったので、まあ、それでキートルーダーになってるんだと思います。そっか。まあ、次の治療ということでキートルーダーしかなかったのキートルーダーをされてそういったとですね。いうことですね。はい。そんな中で、はい。ペット CT 異常なく、そして造影 CT も異常ないというこはい。とで、はい。異常ないけど下がっていってるのはなんかあれなんですかね。この途中に、その都度、その抗がん剤を打つ手前のうんうん。血液検査の時に、うん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 。腫瘍マーカーが前回の腫瘍マーカーよりも若干上がってるんですよ。ああ、そういうこと。最初は15ぐらい、5以下が正常値なのに、最初が15ぐらいで、次が18ぐらいで、次が20ぐらい。へえ。なんで少しずつ上がっていってて、気持ちも少しずつ落ちていった感じですね。うん。ただ、映そっ像でか。異常ないので、まあ、まだまだそんなたくさんは下がらないです。うん。そっか。じゃあ、マーカーは上昇してるけど、異常はないから、まあ、ちょっと、どうなんや状態みたいな感じはい。がついてるんですそうですね。ね。はい。そこです。一番下がっているのが、ちょっと怖いですが、MRI で再発が判明していくはい。と。最終的に MRI 取ったんですか？
そうなんですよ。ペットでも映らないし、造影で CT でも映らないので、MRI だったら映るんじゃないかと。もう先生うはもう、ん。これはもうどこかあるよっていう、もう、まあ、経験上なんでしょうけど、で、MRI を取りましょうということになって、取ったところ、もう見つかりました。そっか。見つかったときは、まあ、このようにね、一番下がってますが、堀内さん的なその感情としてはいかがでした？もうどん底ですね。さっきの話、ゲノム検査の治療薬も、その時はなくてもいいやと思ったけど、この時は、あの時あってほしかったと思ったし、うあと、ん。私、さっきもうこれも言いましたように、すべての抗がん剤治療薬使ってるんですよ。なので、うん。もう次の治療薬がない。もう何もないじゃないか。どうしようっていう感じで、もう、がんになってから一番下がった状態になりましたね。そうですよはい。ね。はい。もうどうしていったらいいんだと言った中で、今、次の治療を主治医の方と相談していると。そうですね。はい。うーん。なんか方法をいろいろ、キャンサーボードとかが病院で、大学病院、総合病院の先生方々と、話し合って、私の次の治療をもう考えてくれどてるうすれば。途中です。ああ、だから今後どうしていくかっていうとこはこれからはい。ということですね。はい。はい。ちなみにその体再発判明ということは、また肝臓にできそうですね。てた。そうなんですよ。これがですね、前回は、前回の再発は2個だったんですけど、今度は、多分11個の、おー。大きさはですね、2、3ミリ、一番大きいので8ミリ。う小さいーん。のが2、3ミリぐらいの、ちっちゃいのがポツ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 っと残した肝臓にあちこちに移ってまして、で、うん。主治医の先生はもうこんなあちこち行ってたら、もちろん手術もできないし、重粒子もできないねっていうことに、言われて、まあそういう全部言われたので、もう、のもあって、こあの、感情のグラフはもう一番最悪のマイナス10になります。あんだけ重粒子センターとかセカンドオピニオン行っていて、そうなってくると重粒子はできなくなっちゃうんですね。そうですね、はい。なんか聞いたら、電話で聞いたんですよ。セカンドオピニオン行く前に、重粒子のうん方。うんで、そしたらですね、まあ、条件付きだけど3個までですって言われたんですね。うん。はい。そうなんや。はい。3個もできない人もいる。条件が合わなければ3個でもできない人もいるらしく。うん。私の場合はもう11個なんで、もう、ちょっとそれはできんよ、みたいな。言われました、はっきりと。そっか。いや、本当にこう、次の治療っていうのを今模索しているっていうことなんではい、そうですね。すね。ありがとうございます。はい。そういったね、本当、森さんのね、次の治療が見つかって、そしてね、こう、またね、こう、なんか元気な姿を見せてくださることを、こう、願っているんですけれども、そんな中で、ちょっとね、各項目に、ちょっと分けて次お伺いをしていきたいと思います。はい。まず一つ目、はい。病院や治療の選択といたしましてですね、こちらね、病院、様々な病院をこう受診されていって、そして治療もね、ご自身のセカンドオピニオン、サードオピニオン、様々行かれましたけれども、何ですかね、この病院だったりとか治療の選択で、こう、堀さんがこう、重視したところというか、このように考えたよっていう風な、今シェアードディシジョンメイキングで医療者の方と一緒に治療法を決めていこうよっていう形でしたけれども、堀さんの場合どうでしたでしょうか？まず最初の総合病院はですね、その、一番最初健康診断したところの先生が、なんてかわかんないですけど、総合病院をすっごく勧めてくるんですよね。私は、ああ、いや、ちょっと、
その、うん。精密検査まで塩らしきものがあるよって言われてから、精密検査の結果が出るまでに1週間ぐらいあったんで、やっぱりその間にスマホとかで、いっうん、うん、ぱい調べうん。たら、もっといい病院があって、で、その中えでも、そえ。の地元の大学病院とかも良くて、で、そこで受けたいって言ったんですけど、なぜか知らないですけど、その総合病院も十分肝臓、膵臓の治療のレベルが高いからそこに来なさいって言われたので、やっぱ自分もそれはそうなんだと信じて、総合病院も受診しました。そう、その会社の健康診断で、やったその、病院というか、クリニックというか、そういうところに、ここで精密検査行かれたってことでそすよね。うですね。はい。で、はい。その先生がもう総合病院ご利用しだったうん。んです。実際、どうだったんですか、総合病院さんは。いや、ちゃんと見てくれて、主治医の先生もしっかりと、親切に説明してくれましたし、あと、なんだろう、もちろん当たり前ですけど、初めて癌になったので、早く治療を始めないという焦りがあって、あうん、うの、ん、うん。もう、ここでしないといけないっていう感じで、もう、その最初の術前化学療法をしますというふうに、まあ、言って始まったんですけど、さっきも言いましたように入院中すごい考える時間がいっぱいあって、うん、うん。やっぱりここで本当に良かったんだろうかって、やっぱり考え直す時間がいっぱいあって、セカンドオピニオン、サードオピニオンをするようになったんですね。ですね。で、セカンドオピニオン、サードオピニオンを受けられて、まあ、大学病院へ。これやっぱ受けられたことはどうでした？良かったですか？どうでしあ、よかった？たですよ。やっぱりですね、若干、ほぼ同じなんですけど、若干こう、手術の仕方が違ったりとか、えそういったえ。お話があったんで、病院によってやっぱり少しこう、切り方が違ったりとかいううーのはあっん。たんで、そこをやっぱり自分で決められるので、やっぱり一つの病院で最初から早く治療したいのはわかるんですけど、もうそこだけですぐに決めるんじゃなくて、えー少し遅れてしまう、治療が遅れてしまうけど、セカンドオピニオンとか、まあ、サードオピニオンぐらいまでは聞きに行って、自分で納得した治療を始めた方がいいんじゃないかなとは思います。うーん。そのね、まあ、堀内さんの場合はそういうふうな形で、まあ、大学病院を受診されはい。ていって、治療されていってっていうことでね、はい、はい。なっていく。もう本当ね、治療とかね、病院とかそういったところって本当にね、大事ですもんね。もう、はい。がんの治療にとってね。はい。はい。その後の、ここの、ところ、まあ、様々な治療をされていくっていった中で、例えばこの、マイクロ波するときとか、こういったはい。ときは、なんか、不安とかなかったですか？いや、もう不安よりも希望でしたね。うん、うん、あの、うん。その、基本、肝内胆管がんは、手術して再発した場合はもう化学療法しか、治療方法がないというふうにガイドライン上になってるんですよね。うーけど、こういっん。たセカンドオピニオンしたことで、別の先生の意見を取り入れたことで、こういった方法があるよって見つけてくれたので、よかったということで、また根治が目指せるという気持ちになって、そのマイクロ波ができたので、うーん。それで良かったですね。高くなってます、感情が。ちなみにですけど、これあれですよね。保険適用の治療ですもんね。そうです。保険適用です。自由診療とはい。かではなくてね。鑑定はい。員という感じでなるみたいで。うん、うん、うん、うん。ありがとうございます。そんなね、中でも本当今治療法っていったところが一旦こう途切れた中でどういうふうにしていくかっていうところは、これはもう主治医の先生といろいろまあ話し合ったりとか、もうご自身でも、はい。調べたりとかしてってことですよね。はい。そんな中でですね、ちょっと次、こちらになります。辛かったことといたしまして、まあ、副作用や後遺症など、様々あるのかなということをお見受けしますけれども、この副作用や後遺症、まあ、治療において辛かったタイミング、辛かったことっていうのは、どれになりますでしょうか？
辛かったことはですね、やっぱり、指針が出た時で、ね、寝れなかああった、そういー、う時うん。と、この時であ、すね。はい。はい。あとなんだろう、やっぱりずっとその願告知を1月末に受けてから、うん。手術の6月の中旬まで、まあ約5ヶ月間、うんうん。ずっと自分の体の中に癌があるわけじゃないですか。なので、うん。もう気が気じゃなくて、もう他の部位に転移するんじゃないかとか、転移しうちゃうとん。もう手術できなくなっちゃうので、もうそういうのがもう不安でしたね、ずっと。じゃあ手術で取り切ってしまう、それまでのこの状態っていうのがすごく不安だったってことですはい、そうね。ですね。化学療法はやってはいるけれども、どっかにもう、まあ、リンパとか他の臓器に転移しちゃったりしたら、もう、それでステージ4になっちゃうんで、手術うできませんよん。っていうふうになるそっのがか。怖かったですね。もうそれはどう紛らわすというか、されたんですか？もう、紛らわすともう、大丈夫、大丈夫とずっと言い聞かうんせて、うんうん。もう自分でどうしようもできないんで、もうそう思うしかなかったですね。ありがとうございます。そして次こちらですね。はい。家族やパートナーのこと、お子さんの話はちょっと後でまたお伺いをいたしますはい。ので、ちょっとね、ご家族の、特にそのパートナーの方の支えだったりだとか、こうしてくれて嬉しかった。もしくは、こういうふうに、がんのことを共有したよとか、そういったところあれば教えてもらえますでしょうか？はい。今までここまでで結構もう何ヶ月、トータルすると何ヶ月も入院したことになるんですけど、まあ入院してる間、毎日ですね、電話をして、妻と話して、まあ病気のこと以外、ほとんどが病気のこと以外の話なんですけど、それでうん。気が紛れてですね、本当にもう助かりました。助けていただきました。あと、家族のことですね。家族、はい。パートナーのあと、ことにはい、なんか、そうですね。告知を一緒に受けたとか、どういうがん告知はどうだったんでしょ告知、がんの告知を受けたときはショックでしたけど、その、う？奥様に、なんでしょう。どういうふうに共有したとかってのありますか？まず塩らしきものがあるよって言われたって電話はしましたね。すぐ電話しましたね。なうら、ん。大丈夫よみたいな感じで来て、違うよきっとって感じで、うん、うん、がんじゃうん。ないよみたいな感じで、だったのを覚えてますね。うん、だけど、うん、がんって言われてからは、やっぱりいろいろ、病気のことは自分が調べてたので、あの、妻は、病気にいい食事とか、うん。はい、うん、うん、うん。そういった体に取り入れるものを調べてくれてたみたいで、あと、うん、食事うん、ですね。うん。うん。肝臓にいい食事とか、そういうのをこう本とかネットで調べて、うん、うん。実際にそれを作ってくれて、はい、すうん、ごいうん。ありがたかったし、感謝してます。うん、うん。ありがとうございます。うん。他になんかこう、えー奥様に支えられたとかっていうのはありますか？うん、そうですね。気丈に振る舞ってまして、私すごく感情の浮き沈みが激しいんですけど、落ち込んだ時もなんかもうそんなことを言っちゃダメよみたいな感じで、背中を、ちょっとうん、きつめのうん。言葉で背中を押してもらう感じでしたね。だからそうこはもうん。感謝してます。もう、なんだろう、回復手術も本当、だんだんと怖くなって、もうそれも本当はしたくないと思った時もあったんですよ。うん。がんも取りたいけど、あんなにたくさん切られるのは嫌だと思って、したくないと思った時もあったんですけど、だけど、頑張れって押してもらいましたね。うん、そうですね。はい。そのね、家族の支え、そんな中でちょっと子供のことといたしまして、息子さんがね、お二人いらっしゃるということでしたけれども、当時息子さん、まあ、当時っていうと去年今年ですけれども、息子さんは何歳、おいくつでしょうか？今ですね、10、
今もうすぐ16歳になるんですけど、当時15歳と14歳。うんうん。えーおー、中3と、当時、韓国地受けた時は中3と中1ですね。そうだったんですね。はい。子供たちには癌のことはもあ、う直言ってますよ。接伝えた。おーおーおー。ただ、がん告知された時が2月の初めぐらいだったんですけど、ちょうど中3の息子が受験ああ、そっか。だったんですよ。ちょうどもううんうん。1週間後に試験とかいう感じだったので、ちょっと今言うのは良くないやろうということで、うんうん受うんうん。験が終わって、合格発表があって、ちょっと子供が落ち着いた感じの時に、実は癌になったよ、みたいな方で、普通に話しましたね。ああ、そうなん。はい。お子様たちの受け止めとかどうでした？それが、どんな感じなのかわかんないですけど、なんか、ちょっとこう言っていいのかわかんないですけど、膵臓癌って聞かれたんですよ。子供から。膵臓癌なのって言われて、はい。じゃあ膵臓癌じゃないよって言ったら、あ、じゃあ大丈夫だねって、なんかそういう言い方されたですね。なんか、あ、子供たちも子供たちなりに。膵臓癌はちょっと危ない癌だと子供たちは思ってたみたいで、うんうんうん膵臓うん。癌じゃないけど、肝内胆管癌という、う病気よって言っん。て。で、でね、治るのかどうか聞かれた感じで、手術したら治るよって言ったら、ああ、じゃあ大丈夫やねって、頑張ってねって、こんな軽い感じだったですね。うん。だからまあそういうふうな励ましもありっていう形ではいはい。ってことですね。はい。あれですね、まあ育児って言ったところっていうともうもう学校も通われてますし、はい。もうお見舞いに来てくれて、特段、なんですかね、堀内さんがなんかしないといけないことってないですよね、特段。も全然、なくて、もうほとんど、子供のことは妻に、任せっきりってですね。うん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 。はい。ではですね、ちょっと次に、はい、お伺いしたいのがお仕事のことなんはい。ですけれども、やっぱお仕事ね、すごく、休職をされてっていう話も、先ほどありましたけれども、お仕事についてどうされたかっていうのを、少しお話お伺いできますでしょうか？はい。1月、私が勤めてる会社、1月にその昇給とか昇格があるタイミンうんうんグで、ちょうど今うん。年、去年ですね、の1月に、昇格して、給料もちょっと上がったんで、やった、頑張るぞということで、思った矢先のがん宣告だったんうんですね。で、私を昇格してくれた、推薦してくれた上司に、まずは、実はうん。こういうがんになりましたということで話をしたら、もちろん治療優先だから会社の仕事のことは気にしなくていいよとおっしゃってくれました。で、その私が長期抜けますということで話したところ、他の営業所、近隣の営業所から、日替わりで、泊まり込みで、応援をできるようにええ。ですね、上司が工面してくれて、私の言ってる営業所のことはもう何も心配せんでいいよっていう感じでやってくれました。そうなんですね。それはい。はいいですはい。ね。そういったサポートもあっはい。て、まあ、しっかり休むことができて、で、復職された時は、なんか、あれですけど、部署とか変わられたんですっけ？で、部署はもう変わらなくて、そのままなんですけど、ただ、医療機器が結構重たくてですね、重たいのは30キロぐらいあるんですよ。おー。で、長崎、私の住んでるとこも結構階段や坂道が多くて、車で行けないところが結構あるんですよね。で、そこを30キロ、回復の傷が痛む中を30キロのものを持って階段登ったり、坂道や登ったりというのはちょっとできんなと思って、そこを上司に話したら、そういうことせんでいいよと。医療機器の整備の方をちょっと、倉庫でやってくれと。
いうことうで、ん。倉庫内でその整備したり、うん。機械が入庫したり出庫したりする作業をですね、主にさせてもらうことになりました。ああ、じゃあそういうふうなね、体力的なところとか、体のところもケアしてくれてっていう感じなんですはい。ね。ああれ、今もお仕事はもちろんはい。続けられていらっしゃいますよね。今も続けてます。うん。今はですね、その倉庫以外にも、ちょっとだいうん。ぶ体も体力ついてきたので、さすがにうん。重たいものをさっきみたいに運ぶのは無理ですけど、小さいのもあるので、小うさいものやっん。たら、その患者さんの家に持って行って、説明したりとか、点検したりとうか、ん。そういうのは、外勤でしています。ああ、そうなんですね。はい。そっかそっか。そういったことも、されていてということで。はい。そして次にですね、お金や保険といったところで民間の保険入られてましたかっていうことだったりとか、治療をね、トータルどれぐらいかかりましたかっていう、お金の工面をどうしていくのかっていうところもやっぱ、患者さんにとっては結構大事なことですので、ちょっとここについてもちょっとお伺いをしていきたいということ思います。ちなみに民間の保険は入られてましたはい、でしょうか？入ってました。おー、そうはい。なんですね。はい。で、治療費って今トータルで、去年から今まで、はい。考えてどれぐらいかかって、ちょっと、そんな細かくなくていいですけど、ざっくりどれぐらいかかっはい。てると思います？多分、しっかり計算したわけじゃないですけど、うん。月10万は平均するとう治療費でーん。使ってます。うん。ああ、なので、120高額療養万ですね。費、高額療養費を入れ使っても、てはい。使ってですよね。出てきますね。それ民間の保険とかで相殺されてます？大丈夫です？ですね、はい、相殺されてます。今のところ、おー。プラスになってます。ああ、よかっはい。たた。だ、私の入ってたそのがん保険とか医うんうん。療保険、2つ入ってるんですけど、うんうん。その入院とか手術しか出ない古いタイプの保険で、その最近の薬物療法は基本、通院ですることがほとんどなのですね。なので、そういった時は私の保険は出ないんですよ。うおー。で、はい。なので、今までこの、にきあの、がんを宣告された時の給付金だったり、手術の給付金だったり、手術の時に入院してた給付金だったりを、おちょっと少しずつこういった、うんうんうん。分に分けてですね、使って今、います。ああ、そうなんですね。はい。それを、あの、今はね、通院の時代ですからね、そうですね。そういったところでって、けど全然それでね、まあ、ちょっと工夫して賄っていくってこともそうですし、ありがとうございます。はい。はい、次、こちらになります。工夫したことといたしまして、どういったところに工夫しているかっていったところで、あの、様々な方に相談されていったりだとか、もしくはね、体力をどうされていくかとか、そういったところ、工夫したこと、入院中でも今でも構いませんので、ちょっとお伺いをできますでしょうか？そうですね。工夫したこと、がんはもう長期戦なので、で、かうん、つこういった化学療法を取り入れると、やっぱり体力が削られてうん、いきますので、体力維持のためにですね、告知前は全然何もしてなかったんですけど、あの、歩いたりとか、ウうん、うん。ォーキングしたりとか、筋トレですね、を毎日するようにしてます。おー、筋トレ毎日されてはい。るんですね。はい。すごい。やっぱ全然ちゃいます？そうですね。多分違うと思うんですけど、あと一番違うのはやっぱりなんかしてるときは嫌なこと考えないんですよ。うん。なんで、歩いてるときももう景色を見て、あそこになんかいるなとかそういうのをうんうんうん考えちゃうんうんで、がんの悪いことを考えないっていいなと。あと、筋トレがきついんで、そうん。の時は、うんうんうん。嫌なことも考えてなくていいかなとはうん。思います。ああ、
ね。そうですね。まあそういったね、筋トレなどで体力をね、維持されていくっていう風なところ。はい。次こちら。はい。癌になる前と後で変わったことってありますかという質問になります。はい。癌になる前と後で、どういったところが変わったかっていったところをですね、ちょっと堀さんにお伺いしていきたいと思いますけれども、何が一番変わったと思いますか？ですね、親と両親ですね、両親と友達、まあ、年に2回、会って2回ぐらいだったんですけど、が告知されてからはほぼですね、毎月会うようになりましたね。おー。はい。会えないときは電話とかですね。電話も、その、がうん。ん前、なる前は電話もしてなかったので、うはい。ん。毎月電話したり、会ったりとかするようになりました。ああ、ちゃんと会ってっていう風な形でではい。すね。うん。しかも、あれですね、ご両親だけじゃなくて、同級生の方たちにも会われそうていく。ですね。同級生もですね、その、がんになる半年前のうんうん。夏に、同窓会あったんですよ。で小学校なので、30年以上ぶりの、40年ぶりか、ぐらいのうんうん。人たちと会ったんですけど、まあそこでまた、つながりができて、うで、ん。まあ、本当だったらそれっきりもまた会わなくなるのかなと思ったんですけど、癌になったよっていうのを友達に言ったら、その友達がまあ、広げてくれて、で、そしたらみんな心配してくれて、で、LINE とかでですね、頑張れとかいうメッセージをうんうんくれたり、うんうん。うん、ありがとうってこちらも返事したりとか、はい。もうそういったの励みになってます。ねえ。やっぱそういうね、人間関係もね、変わっていくっていうところはあるかもしれないですね。うんうん。はい。そして次こちら、情報っていうことなんですけれども、がんに関する情報って、医療者からだけ、こうもらっていたのか、まあもうね、先ほど何度も出てきましたように、やっぱこう、様々な情報を調べてね、セカンドオピニオン、サードオピニオン行かれたと思いますが、どういった情報を、こう、調べられたりとか、何から得ていたっていうのは、堀内さん的にありますでしょうか？全部ネットで調べました。うん。おー。病院の情報はカルーというサイトがあるんですけど、うん、うん、うん。はい。そこで調べると、どこどこの病院が、どこどこの部位の手術を年間何件してるよとか、いうのが簡単に、まあ、調べられる時代なんで、で、私の場合肝臓なので、肝臓をたくさん手術を手掛けている病院ってやっぱりした方がいいと思うので、そういった病院を調べて、セカンドオピニオンしうました。ん。とか、こういうサイト、まあ、手術件数とかを、こう、情報で見てっていう感じなんですね。はい。うん。 SNS とかはどうですか？ SNS はしてないですね。うん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 。だからそういったものじゃなくて、そういう専門的なサイトで見られていってっそうですね。はい。ていう感じなんですね。ふん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 。はい。あとなんか、あれですかね、なんか、動画とかも見られたんですかね？はい。YouTube でたくさんのがんサバイバーの方がこう上げうてらっしゃるんん。ですけど、それで、私のこの肝内胆管がんになる方が少ないので、結構探すのに苦労したんですけど、何人かいらっしゃって、そうしたああ、人そうなんですはい。ね。そうした人の意見を聞いて、意うんうん見と聞いて、うんうん。その動画を見て、あ、自分も動こう画を見て。しようとか、はい。いうふうになりましたね。うんうん。まあそういったことでも調べていったってことですはい。ね。そして、次こちら。はい。あの時の自分へということで、まあ、がん告知の時でもいいですし、まあ、手術の後の時の自分でも、どのタイミングでも構いませんので、なんか、あの時の自分にこう言ってあげたいなっていうのを、もし、はい、堀内さんあれば教えてください。はい。これもう随分遡るんですけど、もう10年以上前にもし戻れるのであれば、戻って、言えるのであれば、別にお酒が好きなんで毎日晩酌してたんですね。なんで、そのおー。時の自分に、将来癌になるかもしれんから、ちょっとお酒を毎日飲むのは控えなさいって言いたいですね。お酒が原因っていう感じなんですかね？この肝内
胆管がんに限っては、何が原因かっていうのはちょっとわからないそうです。希少がんの研究が進んでなくて。ただ、肝細胞がんは、アルコール過剰摂取とか、B 型肝炎、C 型肝炎で、がんになるっていうのは分かってるみたいです。そっか。肝内胆管がどうかわからないけれども、当時、お酒をたくさん飲んでたんですかね。はい、飲んでました。あなんで多分、私のがんの原因の一つは、それじゃないかなと。私が勝手に思ってるだけなんですけど、その時の自分みたいですね。ちょっと控えとけよっていう風な感じで、もう結構飲まれてたんですか？いや、どうなんだろう。飲まない人から見たら飲んでる方なんでしょうけど、缶ビール350を1本と、チューハイを1本、2本。だいたい2本。で、3本飲む時もありました。ほぼ毎日ですね。ほぼ毎日。私の周りには毎日焼酎をゴンゴ瓶を飲み干す人もいるんですよね。ただ、そういう人は癌にならないし、自分はなるしってね。だから、これはもうわかんないですよね、その人の。わかんないですね。はい、ならないとですね。ねえ、はい。ありがとうございます。そして、こちら。はい。大切にしたいこと、今後の夢や目標といったところをお伺いをしていきたいんですけれども、堀内さんの夢や目標、そういったところをお伺いしてもいいでしょうか？はい。私のなってるこの癌は、とっても予後が悪い癌だと言われてます。だけど、そういった難治な癌なんですが、もう、諦めずにですね、治療頑張って、根治を目指したいと思います。いや、本当に今は今後治療を模索していくってところですけど、いい治療法が本当にね、見つかることをね、本当に願っております。そんな中でですね、ちょっとインフォメーションを少し挟ませてください。がんノートですね、がん経験者のリアルな生活という、書籍が出版されております。もしよかったらお近くの書店や Amazon さんで見ていただきたいと思いますし、オーディブルなど音声もありますので、こちらもチェックしてみてください。また、ここまで見てくださっている方、チャンネル登録してくださっている方もいるのかなと思いますけど、まだであれば、チャンネル登録してくださったりとか、あと皆さん、高評価やコメントなどで応援してもらえると嬉しいなということを思います。そして、出演応募してところに関してはホームページから受け付けておりますので、ぜひね、フォームから、応募してもらえたらと思いますけれども、堀内さんもね、こちら応募いただいてっていうことですけど、がんと何かで知ってらっしゃいましたでしょうか？やっぱり YouTube で癌になった時に、癌の人をこう見ていると、この癌ノートっていうのが自然と入ってきまして、それで見るようになりました。本当ですか？はい。そっか。で、ご自身、何をきっかけで、見るっていうのはね、あるかもしれないですけど、出てみるっていうのは結構、やっぱ一つハードルを超えるのかなと思うんですけど、何かきっかけありましたか？そうなんですよ。もうずっと出てようかな、どうしようかなって結構半年以上悩んでたんですけど、出ようと思ったきっかけが、再再発した時です。私がですね、肝内胆管がすごく、なる方少なくて、そのがんサバイバーの人も YouTube でほんのちょっとしかいなくて、で、私と同じように今後肝内胆管がんになった人が、いろんな人の、経験を知りたいけど知れないだろうなと思って、私がこのがんノートにこうやって出て喋ることでですね、その人たちの、今後の励みとかになったらいいかなと思って、出演を決めました。ありがとうございます。きっとね、今、肝内胆管がんでちょっと治療されている人、もしくは告知されたばかりの人っていうのが、きっと見てくださって、堀内さんこのような形になってるんだなと。あくまでもね、一人の例ではございますけれども、ヒントになる部分もあるんじゃないかなということを思います。ありがとうございます。最後、メッセージをいただいて終わっていきたいなということを思っております。
どんな時も希望を持ち続ける。です。と思ったのが、がんを宣告された人は、あの、少なからずですね、その時にすごく絶望を感じたり、再発したり、治療がうまくいかなかった時に、また同じ絶望を感じたりすると思うんですよね。だけど、医療は日進月歩進んでいて、たとえ今の治療がですね、根治ではなくて、延命の治療だとしても、その延命治療をすることで、長生きすることで、新しい治療がもしかしたら出てくるんじゃないかな、という希望を持って、今の治療に頑張ってもらいたいなと思います。私も希望を捨てずに頑張ります。以上です。希望を持ち続けるっていうのはね、やっぱ本当に大事ですよね。次の治療、何かまたね、今本当新しい治療っていうのは、本当に妊娠ゲットですぐ出てきてますからね。うん、だから、堀内さんもね、希望を持ち続けていらっしゃいまはい。すし、もう皆さんも、はい、希望を持ち続けて、こう、ね、向き合っていくっていうの大事なのかなということを改めて、やっぱ、いやー、経験されている堀内さんの言葉ってすごくね、重いなというか、そう心に響くなっていうのはすごく思います。ありがとうございありがとうございます。ます。はい。はい。こういった中でですね、はい、ワンノート終わっていくんですけれども、堀内さん、いつも見ている立場でしたけれども、ご出演されてみていかがでしたか？ああ、ちょっと、何回も噛んでしまいましたね。今も噛んだんいや、ですけど、全然緊そんな、張しました。全然噛んでるのに気づかうんなかったです。そんな、はい。ちゃんと、ちゃんと言えなかったところもあるかなと、ちょっと思ってますけど。ああ、いや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 、しっかり伝わったかなっていうことを思いますし、はい。いや、もうね、本当になんですかね、もう堀内さんのやっぱ希少ながんって言ったところもありまはい。すので、やっぱこうやって発信してくださるの本当ありがたいなって思いまはい。す。本当に。はい。またね、今後どうなっていくかっていったところも、また、情報をね、またお伺いできたらと思いますので、引き続はい。きよろしくお願いいたはい。します。よろしくお願いします。はい。それではですね、これにて、ガンノート終了していきたいということ思います。皆さん、次の動画でまたお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。はーい。